親日国といえば、モンゴルやフィンランドが有名ですが、真っ先に思い浮かぶのは台湾という方も多いと思います。日本人にとっても台湾は特別な国です。東日本大震災の時の義援金の多さは今でも印象に残っている人も多いのではないでしょうか。台湾外交部が発表した資料によると、2014年12月31日までに日本に送られた台湾からの義援金は総額で約253億円に上ります。日本政府は東日本大震災から1ヶ月後の2011年4月11日に世界の主要新聞7紙に支援を感謝すると菅直人首相のメッセージ報告を掲載することに決定しました。ところが、世界でも指折りの大きな支援を行った台湾の新聞には中国への配慮もあり、掲載しないことにしたのです。この事実を知ったデザイナーの木坂舞子さんは、日本はきちんとお礼をする国でありたいという思いから、ツイッターを通じて台湾への感謝広告の掲載を呼びかけました。シェイシェイ台湾計画と名付けられたこの計画には、数日で約6000人から1900万円の寄付金が集まり、同年5月3日にありがとう台湾と題した御礼広告が台湾紙聯風報ジーヨンシー報に掲載されました。政治的に難しい立場にある台湾ですが、このような民間の交流のおかげで、日台は今も良好な関係が続いています。台湾の街には日本のファッションや食文化があふれ、日本の影響が随所に見られます。台湾人にとって日本は旅行先としても人気で、2016年に台湾から日本に出かけた人数は491万人です。当時の台湾の人口が約2354万人だったので、日本に訪れたのは台湾の人口の約 21%。つまり、約5人に1人が日本を訪れているということになります。また、同年に台湾を出国した海外旅行者の総数は約1710万人なので、およそ3人に1人が海外訪問先に日本を選んだことになります。台湾の民間団体が2018年に発表した調査結果によると、日本に良い印象を持っていると回答した台湾人は約 84.6% に上ります。台湾がこんなにも日本を愛してくれている理由はどこにあるのか、少しだけ歴史を紐解いてみましょう。日清戦争後の1985年から1945年の約50年間、台湾は清朝から日本に割譲されていました。この50年間はいわゆる日本統治時代と呼ばれるものです。統治と聞くと、やはりどうしても圧政や支配というイメージがありますが、台湾ではこの日本統治時代の日本に対する不満や否定的な意見をあまり聞きません。それは、この長い50年の間に、日本は台湾に様々な貢献をしたからだと言われています。日本は、鉄道、道路、港湾を建設し、台湾の交通手段を整備しました。流通がスムーズになったことをきっかけに、台湾経済は大きな発展を遂げます。ラム島の水利施設を建設することにより、農業用水の不足を解消させ、台湾現地の作物改良にも力を入れ、台湾の農業発展に貢献しています。この日本統治時代の恩恵のおかげで、台湾人は日本に対して良い印象を持っているのかもしれません。現代を生きる台湾人にとって日本の魅力は何でしょうか。台湾人が日本に抱くイメージは、街が綺麗や治安がいいなどで、女性が一人で夜中に歩くことができる、
世界的にも珍しい国だと認識しています。そのイメージに近いエピソードがあります。台湾メディア ET トゥデイに掲載された訪日台湾人が投稿したものです。夜の10時過ぎに大阪の難波付近で方向がわからなくなり困っていたところ、アルコールの匂いをプンプンさせたサラリーマンに遭遇しました。私たちはガイドブック片手にエキサイトして議論していたので、彼の通行の邪魔をしたのかと思っていたのですが、彼は流暢な英語で出口まで案内するよと提案してきました。しかも彼はチェックイン時間が遅くなることを心配して、まずホテルに電話で連絡してくれた上で、ホテルまでの道のりを丁寧に教えてくれました。ところが、私たちは英語が拙いために、その説明を聞き取ることができずにいたのです。そんな私たちに気づいた彼は、約30分をかけて、私たちを直接ホテルまで連れて行ってくれたのです。長い時間をかけて申し訳ない気持ちで、男性に対し、深々と頭を下げて謝意を伝えると、その男性は、君たち台湾こそ、日本を助けてくれてありがとう。あなたたちは素晴らしいと逆にお礼を言われてしまったのです。私は彼の言葉に心の底から感動し、とめどなく涙が溢れたのです。この書き込みが台湾の SNS サイトに転載されると、約1万8000ものいいねがつけられ、たくさんのコメントが寄せられました。それでは、そのコメントの一部をご紹介します。文章を読んだら、目頭が熱くなった。本当に温かい話ですね。私も日本で助けられたことがある。日本人はとても友好的だ。何年か前に大阪で親切なサラリーマンのおじさんが道を案内してくれた。前回東京に行った時に道に迷ったんですが、母と娘の2人組が地下鉄の駅まで送ってくれました。本当にありがとうございました。今年の3月に浅草で写真を撮っていたら、日本人のおじさんが来て感謝を伝えてくれた。そしてカウションも頑張れ。2016年台湾南部地震の震央と言ってくれた。あの時は本当に感動した。以前大阪に行った時、サラリーマンの方が自由軒まで連れて行ってくれた。あれからもう何年も経っているのに、なんだか申し訳ない。私たちも神戸で親切な2人の高校生に会いました。駅まで案内してくれて本当に感謝しています。京都で日本人の女性に道を聞いたことがあったんだけど、その方は英語があまり得意ではないにもかかわらず、一生懸命伝えようとしてくれた。以前友人と静岡県に旅行に行ったが、駅に着いた時、すでに夜9時を回っていた。ホテルが見つからず困っていたら、ある日本人のおじさんがホテルまで連れて行ってくれた。私たちの重いスーツケースまで運んでくれて、非常に感動した。俺たちは8人で熊本の小さな居酒屋に入ったのだが、そこの店主は俺たちが台湾から来たことを知ると、たくさんの串焼きと日本酒をサービスしてくれた。最後には店主とスタッフが着ていた頭巾とエプロンを全部俺たちにプレゼントしてくれたんだ。今年の6月に大阪に行った時、探し物があったので、日本人の女の子2人組に尋ねたことがあった。彼女たちは一緒に何軒も回って探してくれたんだ。結局、残念ながら見つからなかったんだけど、最後までもっと探そうかと言ってくれた。本当にありがたかった。私も何人もの親切な日本人に会いました。温かい話ですね。俺も目が真っ赤になった。タイ・リヨンハ。
最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。コロナウイルスって怖いと思った人は、高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。